こんにちは。お外寒いですね。春日部つむぎです。今回は月末ラダーに向けて組んだアグロをまだ調整中ですがご紹介していきます。お相手滅び死者の勇者をキャスト。ゾンビデッキのようです。ゾンビは見るたびにまだスタンにいたんだってなりますね。お相手ジャダーをキャスト。綺麗な分回りルートです。まずアタックして鼓舞する監視者をキャスト。こちらも天使天使で分回りです。お相手キリクズ氏をキャスト。さすがにジアーダは許されませんでした。戦闘はゾンビトークンのみアタック。さすがにもったいないのでここは通します。こちらは追加のジアーダを引きます。しかし相手の勇者のサイズが気になります。監視者アタックでブロッカーをなくしてお相手のアタックを誘いましょう。お相手首なし騎士をキャスト。ここで勇者はアタックせず警戒されてますね。しかしテンポ的にここで動かないのはさすがにまずいということでフォーロー王がキャストしてしまいます。こちらは追加のフォーロー王を引きました。次はさすがに焦って勇者もアタックしてくるんじゃないかと予想して今回も構えていこうと思います。お相手スレイベンの大グールをキャスト。地味に強いやつ来ましたね。そして腐敗トークン短期でアタック。慎重でいやらしいですが空はガラ空きなのでむしろ助かるかも。次のフォーロー王がいるのでここは捨ておきます。そしてエンドにフォーロー王をキャスト。さらにトークンを追加します。土地が引けたのでここはジアーダから鋼の四天使をキャスト。フォーロー王はプラスでさらに四天使で飛行をつけてフルアタックです。ここサムライトークンとお相手のクリーチャーで相打ちなら美味しいかなって思ったんですが大グールの重宝で回答を探される可能性もあるし空だけで良かったかも。お相手に2ドローされてしまいましたが有効パイではないので OK。 これなら勝ってそうですね。お相手フルパン24点には届かないので死なないところだけブロックします。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。1、2、3と動けるのでキープ。お相手教団の徴集兵をキャスト。プロタンっぽいです。こちらはジアーダをキャスト。ここで除去が飛んでこなければかなり美味しいですが果たして負け犬。どうやら除去なしのようです。こちらはちょっととちびきすぎで怪しいですがまずは古参兵と鼓舞する監視者をキャスト。1杯ゲインして除去を引けました。ラッキーです。お相手ギックスをキャスト。そして2体でアタックしてきます。あんまりやりたくないですがここはドローさせたくないかな。ここで軍備放棄をギックスに言ってますがシェオルが来たらどうしますかね。平和の番人は悩ましいですが肉体くらいを選択します。もう飛行ビートダウンするルートしか見てないのでライフゲインがあると嫌かなって。お相手苦難の影をキャスト。万人はこっち選んでおけば完全に機能停止させられたけどまあしゃあないかな。そしてこちらは完璧な引き。ここは2体でアタックします。万人ブロックしてパンプしたらのど首が当てるマナがなくなるのでここはフォーロー王で取っていきますか。ここでフォーロー王をキャスト。万人にプラスカウンターを乗せます。これで一方処理です。お相手負け犬をキャスト。シェオルとか出てこなくてよかった。こちらは雑に負け犬除去して全員でアタックです。7点入って残り11点。
お相手絶望将来をキャストしますが、ここまで盤面を押してたらそこまで脅威じゃないです。こちらはまたフルパン。9点入って残り2点。さらに巧妙の幻影をキャストしてターンエンド。お相手肉体位を試作キャスト。これなら勝ってますね。巧妙2体でアタックしてぴったりサルです。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。先手で除去ハンドは強くないですが、さすがにマリガンするほどじゃないかな。お相手兵士デッキのようです。兵士はマス除去が多いのでさすがにテンポで除去するのはないかな。お相手サリアをキャスト。これも除去するほどではありません。こちら選定された平和の番人をキャスト。分離放棄は自分のコスト上がって使えなくなるから NG。粗暴な聖戦士選んで次にシンベナが出てくるのが嫌だからシンベナを選ぼうかな。お相手は予定通り聖戦士で番人を取ります。除去があるのでこれは OK。こちらは分離放棄で粗暴な聖戦士を追放します。番人は返してもらうよ。今回もシンベナリアの守護者を選択。こうしておけば破壊不能の能力起動にも2マナ要求できるはず。お相手分離放棄で番人を追放。これはまあしょうがないか。そして綺麗に残りマナを使い切ってシンベナリアの守護者をキャストします。セラの模範からキャストすることを考えて古参兵は落としておきますか。まずはシンベナリアの守護者を追放します。余った3マナで鼓舞する監視者をキャスト。また土地か。お相手シンベナリアの守護者をキャスト。除去が切れたのでこれはまずいです。アタックは通して残り15点。こちらはセラの模範をキャスト。墓地には古参兵だけなので古参兵を墓地から唱えます。リメンダ使えなくなりますが、表の能力の方が強いのでよしとします。監視者でこづいて残り24点。お相手早速アタック。ここから戦術され続けるのは厳しいですね。ここは通すしかないのでブロックなしで、さっき殴らず監視者立たせておいてジャンプした方が良かったです。4点入って残り11点。こちらが引いたのはジアーだ。なるほど。サリアの攻撃が止まるようにブロックする気がないセラの模範も含めてここは全員アタックなしです。そしてジアーダをキャストしてエンドです。お相手ミュレルをキャスト。ハンドにロードも見えてますし、これはまずいかも。そしてシンベナでアタック。ここは鼓舞する監視者でチャンプしてお相手にハンドを捨てさせます。南海有効パイ来てくれ。ドロー。よし、これは大きい。まずアタックして5点入って残り19点。鼓舞する監視者をキャストしてカウンターが2個乗り1点ゲイン1ドロー。これは右手ピカピカ。ミュレルを追放してさらに鼓舞する監視者をキャスト。カウンターが3個乗り1点ゲイン1ドロー。これでターンエンドです。お相手ロードをキャスト。からのもう1体ロードをキャスト。お相手もなかなか強い引きしてますね。そしてシンベナリアとサリアでアタック。ここは例によってセラの模範で使い回すために墓地から唱えてない方の天使でブロックしますか。お相手1枚ディスカードして破壊不能をつけます。こちらはまず鼓舞する監視者をキャスト。ドローはジアーダです。まずは3体でアタック。9点入って残り13点。ジアーダはキャストしてしまいますか。これでブロッカーは安泰だしクロックも確保できます。お相手4マナで徴兵士官の能力起動。これはほぼ勝ちですね。お相手シンベナリアの守護者でアタック。何かあっても悪いのでここは一応古参兵でブロックしておきますか。
そしてこちらは全員でアタックです。19点が1でこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。すごいハンドなのでキープ。こちらは古参兵をキャスト。お相手軍備放棄で古参兵を追放。これは全然 OK。 こちらジアーダから行こうと思ったらうっかり祝福され死者の声が飛び出してしまいました。お相手カイラの命令をキャスト。これはミラーかもしれませんね。こちらは古参兵からジアーダをキャスト。そして祝福され死者の声でアタック。3点入って残り19点。お相手4マナ構え。これはあれかな。こちらは完璧なご都合ドロー。3体目の古参兵をキャストし、続いて2体目の祝福され死者の声をキャスト。これでちょうどカウンターが4個乗るので、警戒と飛行がついて放浪を追う対策になりました。そして2体でアタック。お相手魂の仕切りをキャスト。放浪王じゃなかったか。お相手さらに構えてエンド。今度こそですかね。こちらはまたもや都合よく土地を引けたので祝福され死者の声をキャスト。これで2体目にちょうどカウンターが4個乗るので、またもや放浪王は効かない構え。2体でアタックします。8点入って残り9点。お相手エンドに放浪王をキャスト。やっぱり持っていましたね。お相手銀行破りをキャストし、1ドロー。ここで回答なくお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。ジアーダ生き残れば最強ハンドなのでキープ。お相手兵士デッキ。こちらはジアーダをキャスト。お相手でニックをキャスト。兵士ではこちらの分回りはなかなか止まらないはずです。こちらは鋼の四天使をキャスト。この時点で4飛行はもう無理ですね。お相手包囲の古参兵をキャスト。それはまあまあきつい。ここは殴らずターンエンド。こちらはようやく土地が引けました。まずアタックします。6点入って残り12点。そして軍備放棄で包囲の古参兵を追放。さらにジアーダをキャストします。どうせ墓地に落としたジアーダはセラの模範で拾えるのでそんなに悪くない動きだと思います。お相手 OC 古参兵をキャスト。試合が壊れる音がする。こちらは四天使を試作キャスト。警戒とライフリンクをつけて2体でアタック。8点入って残り7点。お相手包囲の古参兵をキャスト。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけで白短天使でした。今の環境、飛行、警戒、ライフゲインって全部めちゃ強いよねってことで、この最強生物鋼の四天使を強く使うための天使デッキです。現環境、相変わらず BO1 のトップ3は赤タン、青白兵士、黒タンです。この3デッキを相手とした時このデッキがどうかというと、対赤タンはライフゲインで勝つ。対青白兵士は相手の除去が弱いことから、こちらのジアーダ祝福され死者の声の分回りを押し付けて勝つ。黒タンはサレアや万人の妨害を入れつつ飛行クロックで勝つ。といったゲームプランを考えて、この3デッキに有利になりそうなカードを指して組んでみました。結果はご覧いただいた通りですね。赤タンは撮影できてませんでしたが、そして視聴者の方にはこう思う方がいるはずです。これ入れた方が強くねと、アーシも3日くらいこれを入れるかどうか悩みました。確かに間違いなく強いんですが、現4マナのセラの模範と放浪を追う。このどっちかを抜くとさすがに息切れが早すぎるデッキになりそうで、後分離放棄も使えなくなります。ここを天秤にかけて残念ながら今回は不採用となりました。さて、このデッキの強さですが、強いと思います。ほとんど強いカードなので弱いわけないですが、ラダーで十分戦えますね。月末なのでラダーの追い込みにどうぞ。ということでデッキの紹介は以上です。アーリーアクセス参加したかったんですが、あれ配信者限定だったんですね。一
1日で狂ったようにデッキ組んで動画化してやるって思ってたけど残念です。次の次のセットまでには配信環境も整えてみますかね。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。この動画が面白いと思っていただけたならぜひチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。バイバイ。